ティラノデジョンです。今回はナビ VS アセンションでいいのかな読み方の対戦になります。というわけでね、早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行ナビの方からガクですね。51天才のエレクトロタイタン。これね、分かりづらいかもしれない。昔紹介した。クラクラとチャンピオンのコラボのね、なんだっけ。データじゃないけど、なんか、なんて言えばいいんだ、これ。スウェットでもないんだけど、トレーナーか。トレーナーですね。さあ、まずは、オデヒを繰り出していって、クロスボウとインフェルノ、シングルだったかなを追っていきます。シューターセットで、このままタウンホールにシューター向けていくような流れになりそうですかね。うん。ってなると、タウンホールはね、無視する9時の方向にやってくると思うんですけど、ボールブレーカー1枚ですね。入れたそうなのはウィズ島の方だけど、1枚、そうですね、ウィズ島の方だけど、そうすると投石残るんで、そこをどうケアするか。まあ、ロイちゃんとか使うのはもったいないと思うんで、バルーンとかホグとかで刺していくって、まあそうなりますね。ホーミングチェック用のバルーンは使わない限りにこのバルーンで折っていく流れになりそうです。投石の方へバルーンをしっかりスライドさせていきつつ、ナイストーム。まあ、バルーンを守る意味合いと、ここのポイズンタワー、そしてヒーラーがスイッチしないんでね、前衛が結構溶けちゃうんですけど、ここシングル IT も固めつつ、シングルモノリスの方にスケルトン置いていくんですけど、ちょっとマルチ IT が強いですね。さあ、援軍に対してこれはポイズン持ってきてないので、エレクトロタイタンでね、処理したいところだったんですが、援軍の角度がバルーンの方に結構釣られてしまってもいるので、ちょっと距離がなかなか難しそう。さあ、ロイヤルチャンピオン回りつつ、中心がちょっと苦しそうかな。どうだろうこれ、クローク打って合わせていきますが、シューターの中身とロイちゃんの頑張り次第。残りレイジが一発あるんですけど、ストライカーも使い切ってるので、ロイちゃん対決ですね、ここ。モノリス落とせないとちょっと苦しいかな。うん。入りとしてはね、面白かったですね。バルーンで突破。投石機の方突破して、一番通路。ここをただ歩かせるだけという形の攻めだったんですけど。シューターもここで割られてしまいまして、あとはパーセントを稼ぐような形になっていくんですけども、まあ、外周がっつり削る形になりそうかな。さあ、ロイヤルチャンピオンの方も、外側から、ネクロの攻撃が、地味に避けられていった。さあ、イエティがクロス降りきれず、クロス強い。ダイクが強いね。ダイクがこういうさ、ちょっとあんまり攻撃力高くない攻撃のね、ほぼ無効化してくれるんでね、ダイクが強いね。さあ、ここは、折られていって。ただ92まで伸びましたね。92ストップ。よく考えたらイヤホンいらないことに今気づきました。何も流れてないイヤホンずっと聞いてたわ。さあ、トツアチャかなこれは。ロケバル16体と普通のバルーンが15体。初手で結構バルーン合わせてトーム放ってくるのかなその感じ。おでんトームで。初手ゲーかまそうとしてるでしょこれどうせ。ロケバル16なんで、まあ外周部の防衛説はロケバルで取って、あ、そっちから行くんだ。結構固めたね。あ、しかもそんな。ほう。ちょっと早いかなこのインビジブルも。もうちょい流し、あ、こいつが嫌だったのか。ポイズンが嫌での早めか。クローン使わないっすね。これ、別でなんかクローン使うな、じゃあ。あ、しかもそれ守らせるんだ。これはちょっと面白そうなアタックになりそうですか？どうなんですか？さあ、援軍をもうね、ウィザードで釣っちゃう。もうサイドカットウィザード。エレクトロタイタン置くんだけど、ストライカーがこれは、ガン決まり。うわぁ。なかなかヤンキーな援軍処理してますね、これ。クローンがまだ単発で2発ずつ残ってるんで、これどういう使い方しますかね。さあ、ウォールブレーカーちょいちょい投げていきますが、うまく刺さらず、いいアイゴレになりそう、これは。いいアイゴレになりそう。いいアイゴレだ。奥までウォールブレーカーつきましたね。さあ、ウォーデンには、ポイズンリザードつけつつ、ロケバル、ロイヤルチャンピオン。さあ、クローン2発何に使うんだ？全部出しちゃうのそれ。あ、1体だけ残し、うおー
なるほど。クローンでトーム。これはちょっと新しいアタックだ。新しいアタックなんですけど、裏重すぎますね。この辺にね、なんかクローンとかで突破してくれるのかなみたいな。初手ここぶっ刺しても結構強そうだったけどね。さあ、クローンによってバルーンとね、とかロケバル増やしていったのかな気持ち。ちなみにね、ロケバルってね、クローンしたユニットは、あれですね。前のやつの引き継ぐので、ロケバルの足速くなってるやつをクローンしたら、まあ残り秒数だけクローンされ、速くなるやつがクローンされて、切れたやつを増やしても、切れたロケバルにしかならないんでね。この辺スーパーガーゴイルとか、そういうやつらも同じですね。能力はね、結構時間だけ引き継ぎみたいな感じになるんで。さあ、どうなんだ、惜しかったのか惜しくないのかちょっと判断が難しいんですけど、80%。まあなかなか新しいクローンの使い方ではありましたね。さあ、カズマくん、クイヒーラバル。ただね、新しい戦術とか新しいやり方ってやっぱワクワクするよね。すごい。スニゴブレイジ。シングルインフェルノからタゲられていくんですけど、一度フリーズ。うまいっすね。スニゴブをね、レイジでかけることによりつつ、逆サイドイエティボマーかなこれは。突撃艦ではなくイエティの方でやってったんですけど、イーグルまで折れるかなこれ。レイジなし、しっかりと折り切っていく。援軍にインフェルノドラゴンというね、なかなか、防衛としてあんまり見ないタイプの。それ右に来そう。左に来そうなレイジ打ったんですけど、ちょっとこれは苦しい。うわよく耐えたな、それ。結構死にかねないダメージもらってましたね。広がっちゃうかな、これ。さあ、ウォールブレイカープランっていうか、見た目的に左に行くだろうなと思って、多分左側のレイジ打ったんですけど、右に行ってしまったって形かな。さあ、バルキリーも使いつつ、ブローク使ってしまったことだけは絶対に忘れないようにしていきたい。さあ、できればレイジ貯めていきたいんですけど、ホーミングが、ダブルヒットしたかな。さあ、いいボールブレイカー。さあ、ホーミングチェックのバルーンも、ウィズ島の方までしっかりと2枚見えました。ってなると逆サイ22で置いてそうな可能性があるので、さすがにもうおしまいかな。フリーズ一発構えつつって感じかな。まだある。すごいな。このサイドだけで5枚見えたね。危険な匂い。さあ、フリーズ重ねていって、イーグル先に落としてんのも結構ポイント高いっすね。これ、キング、ロイヤルチャンピオン合わせつつ、さあ、タウンホールまでの道は作りつつ、逆サイド、さあ、インビジブルレイジ、ちょっとこれもまた外していく。しかも外に広がる。これはやばい。さあ、ちょっと2枚分のレイジがね、うまくいかなかったっすね。珍しい。さあ、ここで、ストライカーも合わせてトーム。さあ、バルーン、レイジ状態に乗ってタウンホールまで届くんですけど、絶望のトルネード。これやばいか？ヘイストバルーンに合わせていって、なんとかタウンホールまで3体は届いただけ。さあ、ブーメランもタウンホールに入らない。さあ、ロイヤルチャンピオンがこれ落とさないと、星1だぞ。いやー、苦しい。触ることすらできず。プランとしてはね、結構面白かったんですけどね。いいプランというか、レイジの部分がね、最初のレイジでクローク吐かされって形だったので、惜しいな。クロークだけあればワンチャンって感じだったな。さあ、ちょっとね、苦しいスタートになりましたね。星1と2というところで、星3スタート。さあ、初手突撃艦。やばそう。残すんだ。なるほど。フリーズね、インビジブターンへのね、フリーズね、ちょっと今遅れちゃいましたね。
こいつ結構発動のタイミングが難しくて、早い時と遅い時あるよね。遅い時はそんなないけど。基本固定なんだけど、たまになんかパンって発動してくることがある。今のね、突撃艦の落下ダメージがちょいちょい入り続けて、って感じかな。最後に、プンドンになっちゃった。キング結構早めだなと思ったんだけど、これ。ターゲットはキングからネクロに移ってしまい、キングパート、ほぼ全滅と、残りキングのみ。さあ、レイジをきつつ、オールブレーカー拡張1枚目、2枚目と。さあ、左も、キングの方で、カットしつつ真ん中ジャンプ。さあ、タウンホールは起動してしまってる状態。スーパーボーラーすごい壁殴ってますね。誘導ができなかった。しかもこれヒーラーまで凍っていく。これちょいちゃんあるか。結構やばいぞ、これ。最後レイ。このレイジもマジで無駄。うん。さあ、ここ一応ウォーデントーム残ってるんでね、ここ打ちつつ、すごい広がってる。うわー、それクイーン流れるんだ。ロイヤルチャンピオンでさすがにタウンホールの方に刺しつつ、イエティ取ってますからね。イクワナがないというところ。さあ、神のインビジブルター復活なるか。戻れ。間に合わず。間に合わないけどこれ。パーセントがえぐい。さあ、50% にはさすがにいくか。ベビドラいると。ベビーいたらさすがにいっちゃいますね。クイーンの方もインビジブルで守りつつ 50% はなんとか死守。うん。6時かな。絶対ここの3つだったじゃん。大工なんでそっち出したー。剣の道を渡っていく。あ、下にも出してた、ちゃんと。さすがにね。56。7までは間に合うのか。間に合いそう。なんとか7まで間に合っていって。まあ、とはいえもうこうなったらパーセント負けないからね。まあ、ただ、星の数ではリードされてるような状況です。苦しい前半戦ですね、お互いに。3人目、ベルナウ。クイヒー、ラバいないっすね。クイヒバルーンにスニゴブがめっちゃ入ってるってなるので、タウンホール、クランジョ、これ美味しいっすね。やっちゃってますね。今時こんなクランジョ置く人いるんだ。やば。さあ、クランジョを潰しつつ、これは爆アドすぎる。タウンホールの方、スニゴブ通しつつ、これ、ポイズンもいらなくなるからね。さあ、この呪文一致と、スニゴブを、結構使うことによって、援軍タウンホールを両方潰すことができました。これによってね、ラバハウンドが積めないっていうデメリットはあるんですけど、とんでもない宿ですよね。タウンホールとグランジョを潰せんのバカ熱い。さあ、アイゴレストライカーをガン刺しして、クイーンの方まで処理ができる。さあ、キングの方もストライカーによってボコボコに。さあ、ストライカーえぐい。さあ、オールブレーカーがひたすらそれてる。これまっすぐ進まないの？マジ？ちょっとびっくりウォールブレーカーなんですけど。さあ、なんかすごい量の赤箱も飛んでったね、今。バレないように。シューターも強いな、それ。クイーンいい位置殴ってくれましたね。ウォールブレーカーがちょっと思わぬ方向に飛んでいきましたが、さあ、イーグル砲の方も、ロイヤルチャンピオン届きつつ、ポイズンタワーの解除もできました。いや、これはめちゃくちゃ強いな。クイヒールートが激強。さあ、いいウォールブレーカー。いいウォールブレーカーだ、それは。さあ、レイジインビジブル守られつつ、シューターはさすがにそうなると割れてしまうんですけど、さあ、残りもこれ確かにシングルなんで、バルーンの数で押していく方が良さそうですね。さあ、クイーンの方は中心クローク合わせて、投石モノリス、第1クロスのところを突破すれば、クイヒーの方も生き残りそうだし、呪文めっちゃあるね。これちょっと配置はやらかしてるけど、すごいそのやらかし部分をね、しっかりついた素晴らしいアタック。これはもう、何してもいけそうなんですけど、さあ、裏からバルーン刺しつつ、ヘイストトーム。さあ、呪文はめちゃくちゃ余っていってと。いや、強いな。
これはバックガードだったね。バックガードなのとしっかりそれを活かして、こういうのね、取りこぼすと結構恥ずかしいし、ちょっと気持ちもね、うわ、マジってなるからね。さあ、ナイスアタック。さあ、対戦相手、クイヒーラバル。今の全開によって、このアタックが星2なら、星数同点ですね。パーセントでリードが取れそう。相手が 50% とかだったからね、さっき。さあ、ベビドラカットからのクイヒー6時。ちょっとこれは、いい巨爆。ウニゴブカットの。ここに合わせて巨大爆弾。これはキングが。ただテスラによって戻っちゃうかな。さあ、いいホーミング。戻ってきましたね。さあ、これもマジで、このクイヒールート。見たことあるぞ。知ってるのかこれは。あの惨劇が再び来てしまうのか。キング全然伸びないですね。トルネードまで置かれている。さあ、やめろ。やってしまうのかお前。再び。ザーウィー。はまりますね、綺麗に。さあ、うまい。ナイスインビジブル。ダウンホールの方はさすがに、クロークまで使って確実にやっていくんですけど、シューターの方にね、ゴブリン刺さって、ゴブリン強いんですよ。ゴブリンね、めっちゃ攻撃力高いからね。さあ、シューター割れていって、兵器とシューター使って投石飛ばせなかったですからね、結論。さあ、これは苦しいぞー。何も成果は得られませんでした。こういうのも、国社から当てたい。トーム、ただ呪文がめちゃくちゃあるからね。さあ、レイジストライカーまで合わせて、だったらフリーズ合わせたかった。ガバンも入れたかったね、トーム。ストライカーの方はしっかりロイちゃんの方刺さりつつ、ロイヤルチャンピオン中心レイジー、バルーンの方も合わせてレイジーとかで押していくしかないよ、とりあえずは。いけ。打つんだ。一旦ここはフリーズでいくみたい。レイジーは、対空砲の方へ。ロイヤルチャンピオンちょっと遅いレイジー。どっちにしろね、前回取れないことにはほぼ変わんないと思うんですけど、ただ結構伸びてきたね。結構伸びたね。空罠がね、全部6時に集結してるんで、ラバルの方にね、全く罠が当たってなくて伸びてるみたいなところはあると思うんだけど。にしても初手のこのクイヒーですよ。また起きちゃった。2試合連続かなこれもしかして。2試合連続で同じクイヒールートで同じハマり方してるのか。えぐいなさっきよりもね、ホーミングチェックとかね、いろいろ、合わせるタイミングがあったんだけど、さ、84% 伸びたね。さあね、ここで逆転していって、とはいえ、もう、残り2人でね、ほぼ勝ちを決めれるところまでは星1スタートだったんですが、逆に、盛り返せましたね。71天才の、天才ラバル。7ってなると、イーグル砲か、もしくは、クイーン、ロイヤル、クイーンだな。クイーンですね。どこ上だ。上に出てる。さあ、ウォールブレイカー。ナイス拡張。からのタウンイン。デビキングで両サイドカットして、ホグでシングルインフェルノの竹取りしてましたね。うまい。このままタウンホールの方をインビジブル絶対忘れないようにクロック合わせて、キングの方をロイヤルチャンピオンマルチの方へ。さあ、しっかり合わせていって、トルネで巻き込まれてるんですけど、しっかりタイミング見て、タウンホールまでしっかりクリア。さあ、キング走れ。ロイちゃんマルチまで行ったらもう十分。素晴らしい。さあ、ロイヤルチャンピオンはジャイロイちゃんで9時から対空砲を追って、さあ、下からラバル。わかりやすい。さあ、ボマーも合わせて。いいっすね。
最近ね、クイーンウォーカーズもこういう配置出してるけど、クイーンウォーカーズじゃねえわ。ナビもね、同じような配置出してるけど、このレイジタワーを結構外周部に置いて、そこにね、火力の高い防衛施設を固めるみたいな配置も結構多いですよ。そういうところに対しては、やっぱウォーデンのね、フォームを使って突破してあげるっていうのは一つの解決策ですね。この火力の高い部分を突破さえしてしまえば、残った部分がこうやって火力が低いところになるので、バルーンが歩くだけでも、余裕の展開が作れてますね。めちゃくちゃ余裕だ、これも。ヘイスト1枚残りつつ、圧倒的全開です。いやー、プランぶっ刺さってんな。右のマルチを天才で寄って、左のマルチの方に金。やって、まあ、火力の高い投石のところに、ウォーデンとムって。で、タウンホールはクイーンでしょ。もうすべてのケアができている。全開になって当然のプランですね。さすが。さあ、おお。またこの編成だ。流行ってんのかな、このクランで。初めて見たんだけど。おお。さすがにこれスパーチャか。来ました。ここで一気にトームを合わせていきます。バルーン全部投げてるじゃん。えぐ。もうちょいなんかね、まとめ出しじゃなくて、分けて出したかったね。さすがにこれスパーチャなんじゃないかな。さあ、ウォールブレーカーとかもいろいろ入りつつ、クローン合わせて、そうですね。フロスティがちょこちょこ防衛施設にちょっかいを与えつつ、さあ、スーパーチャー。ちょっとだけ漏れてしまった。イーグルマルチ、投石。さあ、シングルまで折れると強いよ、いいよ。さあ、ロイヤルチャンピオン。あ、バリューは結構出てるぞ。バリューは結構出てるけど、まあ、当然ね、バルーンめちゃめちゃ使いましたからね、これ。結構削れてはいるから、落ち着いてやればできそう。さあ、エレクトロタイタンをラバーハウンドに合わせていって。さあ、援軍処理は、タイタンが強い。歩くだけで。いいですね。クイーンちょっと内側入っちゃったけど、まあ、ケアさえすれば絶対大丈夫。あー、タイタン先行した。いい。逆サイだ。あ、イゴレ。ストライカー、ストライカー、ストライカー、ストライカー。ストライカー。さあ、これ呪文がないんで、ケアさえのケアの部分が。さあ、フィスト使っていって逆サイドアイゴレ。ちょっとこれ渋いか。これリカバリーできないぞ。さあ、アーチャーターンにロケバル刺して。いやー。クロークがタウンホールに合わせらんないとタウンホール残りますね。呪文ないんで、こういうとこのケアはマジで大事なんですけど、タウンホールの方、トルネードが残ってる時に、ギリギリ抜けていく。うん。パーチャーパートと変わってないですね、削れてるところが。こうやって見ると、ね、結構削れたなーって感じあったんですけど、そのまんまっすね、感想。うん。さあ、パーセントもかなり低くなりそう。なんだろうな、これ。クイーンが単純に捨てでしょってなると、このマルチまでロケバルで飛ばさなきゃいけない。どういっちゃんさあ、67% でしたね。さあ、最終アタック、クラウス。61天才。天才が最後2発続きましたね。ボックス配置結構61多い。61っていうか、こういう中心の、多分ここだと思うんだけど、中心に天才してタウンホールをヒーローで取って、5マ使う。今回ドリルだ。そういうラバルがね、14の頃から結構多いですね。今回ドリルセットしてるんでドリルになるかなと思うんですけど、変わるかもしれない。そうですね、同じくというか、言った通りのところ。ボールブレーカー使いつつ、ジャイロイちゃんをクロスボウの方へ。こういうね、このクロスがあるおかげでロイちゃん使いやすいですね。これ内側入って欲しかった臭いけど、まあそっちに行っても全然 OK だな。援軍釣れちゃうしな。ジャイアント出していきつつ。
うん、いいですね。まあ、テスラとかリクスケとか、そういうのを警戒して、ジャイアイゴレのね、二段構え。テスラ、とかバネとかも結構ありそうだしね。角度によって来てしまう。大ウォールブレーカー、角度変えて、キングロイちゃんもそこそこ伸びてくれてますね。援軍も何にも撃たれないいい位置での処理。クロスボウも全く。まあ、かなり安心して見れますね。さあ、ガーゴイル。うまい。爆撃砲の下に潜らせていく。で、これ放置でもこれ取れるしね。タウンホール取ったら瞬間クジラバルだと思うんですけど、ドリルを対空砲に刺していく。さあ、クイーン、クロークしっかり合わせてタウンホールの方は大丈夫そう。対空砲も折れて、ラバはちょっとそっち行っちゃったけど、うまい。ドリルいいタイミング。いや、これクイーン強いぞ。めっちゃ罠見えたな、一瞬。クイーンもクイーン処理に参加しつつ、ドリルがこれ道開けてくれそうじゃないドリル。頑張れば。ヘイストサイドトーム。ラバハウンドにもしっかりトームがかかっていきつつ、ドリルは通り抜けてどっか行っちゃいました。ヒールがこっからまだあるんですね。最後、マルチ IT のところ、フリーズもヒールもいろいろ使えるタイミング。ここはしっかりフリーズをかけて、バルーン集めていって、ヒール。いや、このヒールも強いね。しっかりサイドに流れたバルーンの方も守っていくようなヒール。中心部はね、ウォーデンのね、ライフオーラがしっかり入っていって、さあ、えげつないほどの量のバルーンが、ドリルとともに進んできます。スーサイドラバルだったんですけど、クイーンも最後まで生き残りつつ、これは激強い。うんま。ドリルが割れないね。ラバルに混ぜたドリルもね、結構強いっすよね。何入ってたかすらわからず。ガーソス。おほー、最後までこの編成が続きます。今回はゴーレムが追加されてますね。マジで流行ってんな、この編成、このクランで。他のクランであんまり見たことないけど、スーパーウィザードとスーパーアーチャーと2パターン見せてもらったんで、ロケバル増やすパターン知らなかったっすね。スパーチャーでね、結構こういう形はまあまああるんですけど、まあまあっていうか、普通にあったよね。スーパーアーチャーが入ってた時に。今回もフロスティ型でバルーンをまず出しつつ、これ突撃艦を一気にトームで、しっかりギリギリまで貯めていく。どこまで行くんだ？ここですね。マルチモノリス。この辺、イーグル。中心、マルチって取れて、モノリスまで折れたらだいぶいける。いいよ。モノリスも隠れてるんですけど、クランジを打つタイミングで、ちょうど攻撃が入ってますね。キングの方も。これ、投石の方まで危ねえ。ラスト、これで、どこまで伸びるか。下の投石行きたい。ナイス？いや、これ強いな。しかもおでん残った。バルーン当てたい、ロケバル。ロケバル当てたい、これ。出して絶対。出せ！出すんだ、これ。ロケバル1体で、この辺全部すっからかんだぞ。おお今気づいた。今気づきましたね。そこはね、ベビドラなんよ。ロケバルカットで、これ。もう気づくの遅かったっすね。1体でね、11で済む話だった。でもこれね、マジでおでん生き残ったの生かすの大事っすね。さあ、対1クロスフリーで打てて、この後も結構フリーで折れそうですね。このおでんを生かしていく形。さあ、ゴーレム縦にして逆サイドから、この辺性やるならもうこういう逆サイドからの意味とかで、タウンホールだけで潰れちゃうのがもったいないから仕事してそこまでっていうのがね、いいと思う。この後クイーンどうすんだって感じなんですけど、外周流れて、さあ、このマルチ IT どうするの？クイーンのタウンホール、ブロック焦られるからさ、ベビドラサイドカットやりつつ、さあ、ロケバル。さあ、ロイヤルチャンピオン、ウォーデンとともに、いいロイちゃん。アイゴレがいいフリーズ入れてくれたんだ。なるほど。さあ、もうワンアイゴレある。いや、いいぞ。これ伸びてるよ。ありそう。
ロケバルも5体やりつつ、タウンホールの方に合わせていくんですけど、これはトルネード。ただいいアイゴレ入って、残してたバルーンをタウンホールの方合わせて、ディギーも入りますね。すべてのユニットがこうして最後タウンホールに集まって、ポイズン入っちゃいましたが、ようやくこの編成での全開が見れましたね。見たかった。これはね、むしろ全開見たかった。ガーサス。はい、というわけでね、終わりまして、12対11勝利ということでね、ナイス勝利です。パーセントの方がね、めちゃめちゃな差ついてるんですけど、まあ、防衛の方ですごくいいのありましたね。57% ぐらいだったかな、のやつと、ヒーラーが全部ね、吹き飛んでいくやつ。あれ、気持ちいいですね、見てて。味方の防衛であれ見れるとすごい気持ちいいですね。まあ、攻撃の方もね、すごくいいアタックがありつつ、まあ、ちょっと対戦相手のね、スーパーチャー編成がね、面白かったのです。3連続も来て、そっちでちょっと盛り上がったんですが、まあ、3前回でね、結構天才ラバルでの前回が最後1、2って、クラウスと星の方で、星っておもろいな。星さんの方でね、続いてあったんですけど、結構参考になる形かな。結構天才ラバルってまず天才さえ外れなければ、形として結構固定化っていうか、参考になりやすい。形が結構同じなんですよね、天才ラバルって。で、使われてる配置も結構ボックスに対して使われることが多いので、再現性が高いので、結構真似できる機会は多いと思います。はい。というわけでね、今回はこんな感じでやろうと思います。チャンネル登録お願いします。それ